それだけでも絶対にみんなの日本語能力、日本語のリスニングスキル爆上がりします。絶対に。もうこれは本当に断言するし、みんなのこと後悔させないので信じてください。皆さんこんにちは、くみです。今回の動画も見に来てくれてありがとうございます。今回は Vlog 形式と違ってポッドキャストをしてみたいと思います。イエーイ。はい、見に来てくれて本当にありがとうございます。このチャンネルを見てくれてる皆さんは日本の文化について興味があったりとか、日本語を勉強してくれてる学生さんが多いと思うんですけど、そういう学生さんたちのために生きた日本語をお届けしたいと思ってます。なので私はこのチャンネルでゆっくり話すことはありません。私のいつも話すような自然な日本語をみんなにお届けしたいと思っています。で、やっぱりね、みんなが日本に来た時に日本人とさあ話すぞって思って頑張って日本語勉強してきたことを話そうって思った時ね、絶対にぶち当たる壁がネイティブのスピードが速すぎて何言ってるか分かんないっていうのがあると思うんです。で、それってなんで起きるかっていうと、多分みんなゆっくりの日本語に慣れていて、このスピード、ネイティブの自然な日本語のスピードに慣れてないんですよね。そうだからこのギャップが起こっちゃうわけなんですよ。だからそのギャップをみんなが感じないために私のチャンネルがあります。ネイティブが使う自然な日本語だったり、私のお姉ちゃんとの自然な会話の様子とかもよく Vlog に載せてるんですが、本当にそういう自然な様子をみんなにシェアできたらいいなと思っています。なのでネイティブの友達と話せるようになりたいとか、日本人みたいに話せるようになりたいとか、日本語のアニメとか日本語の映画が分かるようになりたいっていう人はぜひ最後まで聞いてください。私にはちょっと早すぎるって思ったそこのあなた、早すぎるって最初は誰も思うと思うんだけど、だからといってゆっくりな日本語をずっと聞いても早いネイティブの話す日本語を聞き取れるようになるわけはないんですよね。残念だけど。だからこのスピードに慣れていくことが大切なので、最初は言ってる意味が全く分かんなくても、私の言ってる言葉が何一つと単語も聞き取れなかったとしてもそれは当たり前なので大丈夫です。最後まで聞くことをやめないでください。例えば今2分40秒くらい始まってから話してるんですけど、この最初から2分半の私が話した内容を1週間1ヶ月間ずっと真似して喋ってみたりシャドーイングしてみたり、聞き流すだけでもいいです。聞き流してるだけで必ず耳が慣れてくると思います。このスピードに耳が慣れてきます。そしたらアニメを見た時とかネイティブの日本人に出会った時に、その人たちが話すスピードにって驚くことはないと思う。ギャップを感じることがないと思うんです。でやっぱり教科書でみんなが習ってる日本語と私たちのネイティブが使う生きた日本語っていうのは全く違うこともやっぱりありますよね。分かってる人が多いと思うんだけど、例えばじゃあ今日はとても天気がいいですって伝えたいとします。私もみんなが分かるように今日はとても天気がいいですねっていう話すポッドキャストをすることもできるんだけど、実際私が友達とか家族とかに今日はとても天気がいいねって伝えたいとき、どういう風に話すかっていうと、今日の天気やばくない？とか、今日の天気めっちゃ良くない？とか、今日の天気最高じゃん？とか、そんな感じで話します。全く話すスピードも選ぶ言葉も違うの分かりますか？そうだからゆっくり話すこともできるんだけど、ゆっくり話すとロボットみたいな話し方になっちゃうし、それって全然自然な日本語じゃないんですよね。だから自然な日本語を勉強したいとか、ネイティブの話す言葉を理解できるようになりたいっていう人はぜひこのチャンネルを見てください。そしてチャンネル登録も忘れずにしてください。はい、ちょっと最初長くなっちゃったんだけど、前置きはこの辺にして、今回の動画は初めてのポッドキャストということで何について話そうかなってすごい悩んだんですけど、私についての話を話してもあんまりみんな興味がないかなって思ったので、今回は私の出身地について話したいと思います。日本は47都道府県って言われるんですけど、47つ都道府県がありますね。プレフェクチャー、県があります。で、
私の県は鳥取県という県です。はい、鳥取県という県で生まれました。みんな聞いたことがありますか？私の学生さんには鳥取県についての愛をたくさん話したので、多分分かってくれる人が多いと思うんですけど、鳥取県は日本で一番〇〇が少ない県です。なんでしょう？これ分かるかな、みんな。はい、日本で一番人口が少ない県なんですね。人口っていうのはその県に住む人数のことです。その県に住む人の数が一番少ないのが鳥取県です。イエーイつまり鳥取県はとっても田舎なんですよ。本当に綺麗な海と綺麗な山と綺麗な田んぼがあります。あと砂丘ね、でっかい砂丘があります。それぐらい自然に囲まれた県で、私は22年間生まれ育ちました。今は大阪に住んでいるんですけど、大阪に住んでもう4年目になるのかな。今年で4年目になります。でも私のふるさとは鳥取だし、私は鳥取についての方がよく知っています。鳥取についての方が詳しいですね。はい。で、今日はみんなに鳥取県についての魅力をちょっとお話ししたいなと思ってます。鳥取県はまずどこに、47都道府県の中でどこに鳥取県があるか、みんな知ってますか？実は鳥取県って私の今住んでる大阪と結構近くて、鳥取県の隣が兵庫県で、兵庫県の隣がもう斜め下ぐらいが大阪なんですよ。なので大阪から鳥取県まで時間は3時間くらいです。3時間くらいで行くことができます。で、鳥取県の魅力について紹介するんですが、まず一つ目は、やっぱりみんな知ってると思うけど、鳥取砂丘があります。鳥取県以外の人に、私が出身どこって、どこ出身ですかって聞かれた時に鳥取県ですって答えると、みんな必ず言うのが、あの砂丘のところねって、砂丘のところねっていう風に言われます。それぐらい鳥取県といえば鳥取砂丘っていうイメージがあるんですね。日本人もそうだと思うんですけど、多分海外の方も鳥取県について知ってる方はおそらく鳥取砂丘を知っている人が多いと思います。で、鳥取砂丘からはすんごい大きい坂があってね、砂の。で、その坂をガガガガガって登っていくと綺麗な海が広がってます。で、めちゃめちゃ綺麗な海も見れるし、もう本当に広いので砂丘が、はい、その自然の豊かさとかを感じることもできるしっていう感じかな。鳥取砂丘はね、本当に鳥取県に来たなら絶対に行ってほしいポイントではありますね。観光客がやっぱり多いんですけど、でも絶対一回見てほしいです。やっぱりその広さに圧倒されると思います。本当に日本なのかなって思っちゃうぐらいにすごいところですよ。なんかみんな鳥取県のことをバカにして砂しかないと思ってる人が多いんですけど、もちろんそんなことはなくて、砂だけじゃなくて田んぼと山と海もあります。はい。でもデパートとか遊ぶところ、なんか大阪みたいに綺麗な建物があったりとかカフェがあったりとか、そういうのは少ないです。残念ながら。だから若い子たちとかは結構鳥取県から出て行って、私みたいに大阪に行く人もすごく多いし、鳥取から東京とかね、大阪とかそういう都会に出ていく人が多いです。で、やっぱり人口がどんどん減っていってるっていうのが現状ですね。で、少子高齢化がすごく進んでいます。でもすごく素敵なところなので、みんなにぜひ訪れてみてもらいたいです。で、もう一つ鳥取県の魅力は温泉地なんですね、鳥取県って。で、私の住んでた本当に家の周りにも何個も温泉があったし、温泉旅館とかも結構あります。なので鳥取県に来た時はぜひ温泉旅館に行って綺麗な景色を眺めながら温泉に浸かってもらって、田舎あるあるだと思うんですけど、客室露天風呂っていうのがよくついています。そのお部屋に自分だけの露天風呂がついてるんです。よくあるのはそのホテルの屋上とかにみんなが使える大浴場の露天風呂があったりとかは
よくあると思うんですけど、客室露天風呂って言って自分が泊まるホテルの部屋に自分専用の露天風呂がついてるんです。だから自分のお部屋から外の景色を見ながら露天風呂に入ることができます。それがすごくおすすめですね。客室露天風呂っていうのがついてます。鳥取県の有名なシーフード、お刺身とか海鮮丼とかカニとかもすごく有名なんですけど、そういうシーフードを食べてお風呂に入って、でなんといっても一番鳥取県の魅力、みんなに私が伝えたいのは星空です。もう本当に綺麗な星が見えるんです。で、夏とか私がよく地元に帰ったら友達と一緒にその道路の真ん中にレジャーシートを敷いて寝転がって夜星空を見るんですね。で、もうめちゃめちゃ綺麗だねっていう瞬間がすごく好きです。鳥取県はとっても田舎なので夜車が通ることもないし、街灯、道路の道沿いに立ってるライトも全然ないので真っ暗です。信号もありません。車も通りません。だからめちゃめちゃ真っ暗な中、綺麗な星を見ることができて、本当に綺麗なんです。みんなだから鳥取に行った時は絶対に見てほしい。鳥取の温泉旅館に行って露天風呂に入って海鮮を食べて綺麗な星空を眺めてください。この他にもたくさん鳥取県の魅力、私まだまだ語れるんですけど、今回は鳥取県の魅力についてはこれぐらいにしたいなと思ってます。で、じゃあさ、どうやって鳥取行くんっていう話だと思うんですけど、みんなが鳥取県に行こうって思ったら一番近いのは大阪から鳥取県に行くことが多いと思うんですけど、まずね、行き方が2つあります。1つ目は高速バスです。高速バスに乗って、さっきもだいたい3時間ぐらいかかるよって言ったと思うんだけど、はい、バスで3時間かかります。片道が4200円です。だから往復だと8400円くらいかかります。で、もう1個の行き方がスーパーハクトっていう急行列車みたいなのがあるんですけど、スーパーハクトだと2時間半の料金がね7000ちょっとくらいします。つまりね、時間は30分しか変わらないんですけど料金は2倍ぐらい違うんですよ。だから観光客の皆さんとかにはお金をちょっとでも節約したいなっていう方には高速バスをおすすめします。ちなみに私も大阪から鳥取県に帰るときは高速バスを使います。なんでかっていうと、時間30分しか変わらないし、別に高速バスがそんなに不自由なわけでもないし、めちゃめちゃ狭いわけでもないので、私は高速バスをいつも使ってます。だからみんなが鳥取に行ってみようって、もしねこのポッドキャストを聞いて思ってくれる人がいたらいいな、この鳥取県に行ってみたいって思った人はぜひ大阪から高速バスに乗って3時間、バスでさ、大阪の大都会からもうどんどん山に向かって自然いっぱいの景色になっていくんですよ。その景色の変化とか見るのもすごく楽しいです。最初はビルばっかりだった景色からどんどん山しか見えなくなっていって、ついには田んぼばっかりになっていきます。でも本当にいいところなので、みんな鳥取県行ってみてほしいです。はい、今回のポッドキャスト、ここまで今14分ぐらい話したんですけど、最後まで聞いてくれた人どれぐらいいるんだろう。ここまで聞いてくれた人本当にありがとうございます。最初の頃は多分全然わかんないと思うし、私が何言ってるか全くわかんないと思うんだけど、それでも諦めずに聞き流すだけでいいので聞き流してください。 BGM として聞き流してください。それだけでも絶対にみんなの日本語能力、日本語のリスニングスキル爆上がりします。絶対に。もうこれは本当に断言するし、みんなのこと後悔させないので信じてください。聞いてるだけで絶対に慣れてきます。で、それが結局はみんなのリスニング能力にもつながるし、スピーキングにも必ずつながってくるし、そうすることでみんながアニメとかネイティブとスピーキングするとき、話すとき、日常会話をするときにちょっとでもねこのポッドキャストが役に立ったらいいなって思ってます。
これからも私のチャンネルではこのように、日常会話とか、お姉ちゃんとよくね会話をしてる様子とかも Vlog に載せてるんだけど、そんな様子を載せたりとか、私のポッドキャストでは自然な日本語で一人で話してみたりとかするつもりなので、興味がある人はぜひ次の動画も楽しみに待っててください。そして何かリクエストとかあったら、話してほしいトークのテーマ内容とかあったらぜひコメントをお待ちしてます。はい、じゃあティムくんも起きてしまったので今日はこの辺にしたいと思います。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。